20% 削減、本社から3ヶ月以内に在庫を 20% 削減してくださいってメールが来たんですよ。うちの部品点数数千点くらいあるんですよね。全部均等に減らせばいいかなってちょっと思ったんですけど。あかりさん、果たしてそうかな。ダメですか？そもそも今回の削減指示がなんで出たかわかる？在庫が膨らみすぎてキャッシュフローが悪化したって聞きましたけど。そうコロナとかウクライナとかでみんな在庫を積みすぎたんだよ。ジャストインタイム、必要な時に必要な分だけ調達する方式からジャストインケース、万が一に備えて在庫を積む方式に切り替えた会社が増えてさ。うちも2年くらい前にやりましたよね。そうで、情勢が落ち着いたら今度は過剰在庫が重くなってきた。だから今度は削れと。振り子みたいですね。学習してない感じがする。いい感想だね。まさにそこなんだよ。在庫の多い少ないを行ったり来たりしてるだけで戦略的に考えてない会社が多い。で、あかりさんが言った全部均等に減らすってやつ、めちゃくちゃ危ないんだよ。そうなんですか？ちょっと怖い話をしてやろうか。怖い話。うちの LINE に使ってる基板間接続用のカスタムコネクタあるじゃん。メインボードとセンサー基板をつなぐやつ、1個数百円くらいの。あれですね。そこまで高い部品じゃないですよね。そうでもあれうちの製品専用に設計されたもので、ピン配列も筐体もうち仕様。ドイツの一社でしか作れなくてさ。リードタイム何日か知ってる？3ヶ月くらいですか？4ヶ月。クリスマスを挟めば5ヶ月になることもある。？5ヶ月でも1個数百円の部品なのに。値段の問題じゃないんだよ。そのコネクタが1個でも欠品したらどうなるかわかる？もしかして LINE 止まる？止まる。1個数百円のコネクタがないだけで1日あたり数千万円の損失になる可能性がある。それって常識なんですか？残念ながら現場ではよくある話でね。在庫削減の指示が出るたびに金額の安い部品を優先して削る会社がある。で、ある日部品がなくなって LINE 停止して原因を調べたらその安い部品だったってやつ。笑えない話ですね。そう削減目標は達成した。でもリスクは積み上がっていた。つまり全部品を一律で削減するのはダメってことですよね。じゃあどうやって仕分ければいいんですか？普通は ABC 分析をするよね。はい。購買金額の大きい順に ABC に分類して管理の重点を変えるですよね。そうでもそれだけじゃ足りないんだよ。足りない。何がですか？さっきのコネクタは ABC 分析だと何に分類される？単価数百円で年間の購買金額で見てもそこまで大きくないから B 分類か C 分類あたりですよね。そうで C 分類の部品は普通在庫最小化の対象になる。でも実際は欠品したら LINE 停止する超クリティカルな部品。これが ABC 分析の限界なんだよ。金額だけで重要度を測るとこういう部品を見落とす。なるほど。金額と重要度って必ずしも一致しないってこと？まさにそれ。じゃあなんで評価すればいいか。ポイントは2つあって、1つ目が LINE 停止リスク。その部品が欠品した時 LINE が止まるかどうか。はい。2つ目が調達の難しさ。発注してから届くまでのリードタイムや代替サプライヤーの数。さっきのコネクタは超納期で代替サプライヤーもなしですもんね。そうこの2軸でマトリックスを作るとさ、部品を4つのゾーンに分けられる。4つのゾーン。そうこれをクリティカリティ評価って呼ぶんだけど、右上ゾーン LINE 停止リスクが高くてしかも調達が難しい部品、ここが最優先の管理対象。さっきのカスタムコネクタみたいな。そうこのゾーンは削減するどころかむしろ厚めに在庫を持つ。複数のサプライヤーを探す努力もする。厚めに在庫を持つとコスト的には不利ですよね。不利だよ。でも欠品コストと比べたらどっちが怖い？欠品コストの方が圧倒的に怖いですね。左下ゾーンはその逆。 LINE 停止リスクが低くて代替品もたくさんある汎用品。ここはガンガン在庫を絞っていい。ジャストインタイムを適用するのはこっちの部品だよ。部品によって在庫の持ち方を変えるってことですか？そうまさにそれ。全部品を一律で削るんじゃなくて部品ごとに最適な在庫水準を設定する。それが戦略的在庫ポートフォリオって考え方。メモってもうメモ帳パンパンなんですけど。まだ半分もいってないよ。でも高谷さん、クリティカルな部品に在庫を厚く持ちながら全体の 20% 削減も達成しなきゃいけないんですよね。矛盾しませんか？いい質問を持ってくるようになったね、あかりさん。ありがとうございます。でも答えを教えてもらわないと。矛盾してないんだよ。ポイントはどこを削るかなんだよね。どこを削る？左下ゾーンの汎用品の在庫ってどの会社も過剰になりやすいんだよ。担当者が保険をかけて多めに発注するから。ああ、私もやってるかもしれないです。
なんか心配で多めに頼んじゃう感じで。それが積み重なるとキャッシュフローを圧迫する。汎用品を徹底的に絞ることでクリティカル部品の在庫を維持しながら全体の削減目標を達成できる。なるほど、メリハリをつけるんですね。削る場所を選ぶのが戦略なんだ。そうそう。でもね、これって実は現場だけじゃ決められない話でもあるんだよ。どういうことですか？在庫戦略には必ずトレードオフがある。コスト優先か安全在庫維持か、どっちかは諦めないといけない。どっちが正解なんですか？どっちも正解なんだよ。財務部門は在庫削ってキャッシュを守れって言うし、生産部門は欠品ゼロで頼むっていう。ありますよそれ。うちの資材管理は欠品は絶対ダメっていうのに、財務の方から在庫を減らしてって連絡が来て、どっちに従えばって。それ誰かが悪いわけじゃないんだよ。トレードオフの優先順位を会社として決めていないのが本当の問題。じゃあ私たちにできることは何ですか？まずクリティカリティ評価をやる。どの部品が本当に危ないかを見える化する。それをもって経営に判断を求める材料を作るんだよ。なるほど、現場は材料を作る人で、決める人は経営と。まあここだけの話なんだけどさ、その可視化すらできていないまま闇雲に在庫を削り続けてる会社が多いのも事実でね。うちは大丈夫ですよね。さあどうだろうね。整理すると、在庫を減らすのは大事だけど、全部品を一律で削るのは危険で、クリティカリティ、ライン停止リスクと調達の難しさを掛け合わせて評価して、クリティカルな部品は手厚く、汎用品は絞る。その方針は経営レベルで決めるってことですよね。完璧。よく整理できたね。在庫削減ってシンプルな話に聞こえてたんですけど、すごく奥深いんですね。在庫の総量に一喜一憂するんじゃなくて、どの部品をどれだけ持つかという内訳をコントロールするのが重要なんだ。戦略なき圧縮は最適化じゃなくてただのギャンブルだからね。ギャンブル、ドキッとしました。とりあえずやることは決まってる。 ABC 分析で A 品から始めて、リードタイムと代替性を加えて評価してみ。やります。そういえばカスタムコネクタって今の在庫日数って何日分あるんでしたっけ？それ今すぐ調べた方がいい。そんな感じで言われると怖いんですけど。急いで。もし1ヶ月分切ってたらちょっとまずいかもしれない。どういうことですか高谷さん？まあ続きはまた今度。ランチ行こうか。今度って？気になって食欲なくなるんですけど。そうだ、プロキュリア面白かったらいいねとチャンネル登録お願いします。登録といいねが次回の燃料です。